ゆうきとネキの好きにやる TV。 イエイイエイ。さあついにやってまいりました。はい。メガ展開です。ついに来たメガ展開。私もね社会人になってというか大人になってから入ってるのですごい詳しいわけでもないんですけれども、ペルソナから気づいたらこっちの方になぜか馴染んできたっていう。そうなんです。すごい。ね、ペルソナはねご出演されてるので、もちろんです。はい。だから多分4、5と。そう、ゆうきさんとしてはシャドウとして触れ合ってる人たちですね。そうですね。そうですね。そうなんです。でそもそもちょっとメガテン女神転生シリーズとは簡単にお伝えすると、まあ日本のゲーム会社であるアトラスが展開する日記 RPG。そうまあ新女神転生が今まあ主力のシリーズで、その前女神転生時代はまだナムコからね出てたりとか。1982年とかだったかな一番最初は。82年。そうすごいです。そこから新女神転生っていうのがすごいですよね。シンゴジラとかなる前から。そうだ、新っていうのを使ってたんですね。ね。でまあ簡単にお伝えすると、まあ現代の東京を舞台に悪魔召喚プログラムっていうのでちょっと悪魔を召喚して、でその悪魔たちがまあ結構ねもうこっち来ちゃったから抱っこしててちょっと暴れちゃったりする時もあってみたいな。なるほどなるほど。でそこで主人公と手を取り合って、手を取り合ってなのかな戦っていくみたいな。悪魔もね味方してくれる子もいれば敵になっちゃう子もいて、その敵になっちゃった子たちを鎮めるみたいな話。はい。大きく分けるともう本当そんな感じで、ナンバリングによってね本当いろんな色があるので。あ、そうなんだ。ただまあここでいうメガテンはもう本当に悪魔、今回は特集です。はい。そっか、もう悪魔だけなんですね。そう、悪魔特集。悪魔好き？なんかエッチなイメージ。あ、なるほど。あ、でもいいですね。そう。わかんない。なんかほらとんがった尻尾ついてそうなイメージ。そういう悪魔も本当います。そう。ツヤツヤの黒い服を着ていて、すごいいい。そんなリリムキッスみたいなイメージなんだ。ただメガテンやると本当に天使とか悪魔っていうものの感じ方が結構変わってきて。天使ってどんなイメージ持ってます？天使やっぱ羽が生えてて、なんか人型で、なんていうんですか、割とこうなんていうかこう神々しくて五行を背負っててみたいな。って思うじゃないですか。結構メガテンで出てくる天使っていうのも、ちょっとなんて言ったらいいんでしょうね、メカっぽかったりとか。へえ、ローのイメージね。そうたまにねキとの会話の中で出てきますよそれ。天使って自分で天使って名乗るのどうなんだみたいなね。確かにそういうのも己が正しい側だということのそのおごりみたいなものが姿に現れてるんだ。それが一人一人の悪魔と接していくと誰一人として全く同じ考え同じプレイにはならないなっていうのが面白いところで。結構そのなんでしょう、ルート分けみたいなのがあるみたいな話聞きますもんね。大きく分けるとねまさにこうロー、カオス、ニュートラルなんですけど、多分ゆきさんよくニュートラルだっておっしゃってますね。どこにでも行く可能性があって、ただロー、カオスもライト、ダークみたいな、いわゆるカオスの中でも光と闇があったりとかってするの、もしかしたらライトカオスかもしれない。あ、そうライトカオスかもしれない。ライトカオスっぽい気がします。そうですよね。ネキはダークカオスですか？でしょうね。はい。でしょうね。でもねそれもね自分で進みたい方向でじゃあちょっとローに寄り添ってみるかっていう時もあってもいいと思うし、その時プレイしてる自分が如実に出るなっていう。へえ、すごいですね。こう自分のメンタルの鏡みたいなところがあったりするのかな。でその中でやっぱりメガテンって人と手を取り合うよりやっぱ悪魔と一緒に戦っていくんですよ。パーティーメンバー悪魔なんで。そこがペルソナと違うところで。今回ちょっとこうした皆さんを。可愛い。でもこの子たちは知ってますよ。やっぱりここはわかる。嬉しい。アトラスさんの作品にはお世話になってますからね。そうですよね。このあたりはね。ジャック・フロスト君。そう。嬉しい。かわちい。ね。このお星様も見たことある気がする。本当？そう。確かにペルソナにもね出てくるデカラビアっていうそこのあたりはもうアイドル枠ですね。アイドル。デカラビアはそうなんですよ。そうか、それで見たことあるんですね。なるほどね。メガテンのアイドルですね。可愛いですね。非常にけなげで、けなげなんだ。喋ったりもするの。ネクロノミコンとか喋りましたけど。そう、ちゃんと喋って声も一応してるんですけど、ちょっとなんだろう加工なんか。みたいな意思の疎通ができる。基本的に悪魔たちは
種族によるんですけど、基本的にコミュニケーション可能です。はい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 。で人の言葉かな、一応ね、人間の言葉喋ったり、でも叫んでるだけの悪魔とかもいます。あ、そうなんだ。で満月の夜は皆さん荒ぶってるので、コミュニケーション不可だったりします。へえ。面白い。お金くれたら仲間になってやるよみたいな方とか、いいですね。あと強いですね、仲間入れてくださいみたいな方いたりとか。なるほど、ごますりタイプも。そう本当にね、悪魔交渉でこちらに引き入れていくので面白いんですよ。いや、いろんなのいますね。本当だからもうね、この前これで仲間になってくれたのに今日来てくれないとか。そうなんだ。ジャック・フロストかな、ずっとなんか魔石をちょうだいって言われてカツアゲされた挙句に逃げられるみたいな。悲しい。なんかそういうこともあって。そんな悪い子なの？これ個体差かな。ジャック・フロストってね、いろんな子がいるんですよね。あとこのちょっと悪そうな男前な彼がジャーク・フロストだったりとか。かっこいいでしょ。男前なんだ。そう男前です、彼は。そうなんだ。ちょっと大きいんですよ。確かにちょっとなんか身長、座ってるのと立ってるのかな。そうですね。これもシリーズによるんですよね。ジャーク・フロスト最新作だと結構もっとずっしりしてたんですけど。これでも多分5のフィギュアだと思うんで、あとキング・フロストっていうね、なんか冷蔵庫みたいなこういう形の大きいフロストもいて、フロストはなんでしょうね。キティちゃん的ないろんな展開してます。そうですよね。そのイメージあります。やっぱそのアトラスさんの看板の子っていうイメージありますからね。いろんな形でね。そんな中で今日は結城さんにちょっとおすすめの悪魔いただきました。わあ、楽しみ。では参りましょう。やったやった。さあ、まず星空のガーディアン皇帝さんからいただきました。ありがとうございます。私が一番好きなメガテンの仲間は、そりゃマーラ様なのですがね。噂のね。とにかくご立派様なんです。みんな大好きマーラ様をとにかくよろしくお願いします。なるほどなるほど。好きなんですが、なんかすみません。マーラ様が私にぴったりだということですか？皇帝さん結構長年の結城さんファンだと思うんですけれども、これ挑戦的ですね。それはそういう意味ですか？ただ多分なんて言ったらいいんでしょうね。ちっちゃい女の子とマーラ様が並んでるって結構いいんですよね。ダメじゃねえの？あ、そうか。私もなんとなくマーラ様だけはさ、マーラ様知ってる？なんかネキに見せてもらったんじゃない？多分そうだと思う。そう、ネキね、今回磁気を実機を持ってきたわけですが、悪魔図鑑が全然揃ってなくて、マーラ様はね、そうネキのマーラ様見れるの？私のマーラ様なのかな。なんかね、これね、悪い笑いしちゃった。マーラ様はただ確かに第一印象何これって感じだったんですけど、強いんですよね、単純にね。だから後半大活躍なんで。バトル的にってことね。頼れるんだ。あとこの人？そうですね、人というか。これ見たことありますよ。で今ね、この最新作だとマーラ様なんとナビ的にほら、可愛いでしょ。早動き。めっちゃ緑だし。なんかね、慣れてくると可愛く見えるんですけど、マーラ様はね、なんだろうな、みんなが思ってるほどそんな悪い存在じゃない。第一印象よりは。インドにおける死の女神、愛欲の神カーマと結びつくことで愛欲と死の恐怖を併せ持つ両性具有の精霊となるということで、そういうテーマなんだ。なるほどね。一応神様だったりとかね。マーラ様大暴れダメだろう。意味変わってくるぞ。そうなんですよ。なんかアトラスさんがギリギリを攻めてて、あとは貫通もできるので、思いっきりボーンって攻撃するみたいな。ダメだろう。その頭でそれはダメだろう。強いんですよ。おいおい。でもすっごい好意的に捉えれば真ん中分けかも。真ん中分け？前髪真ん中分けっていうふうに捉えられなくもないね。目隠れキャラみたいなね。なんでしょうね、穏やかなんですよね、この方ね。そうなんだ。こんなに荒ぶって見えるけど、これは戦って頑張ってくれてる時なんですね。おそらくそうだと思います。だから本当いい方だと思うんですよね。マーラ様ってどんな喋り方なんですか？なんとかじゃあみたいな。そうなんだ。ほほじゃないけど、そういうおじいちゃんとも違うけど、カーマとみたいな話だったから、なんか女性なのかと勝手に思ったけど、そんなことないのか。女性版みたいな方もいますけどね、あくまでね。そっか。インドにおける死の神。
確かにねギリギリを攻めてますね。まあでもやっぱりメガテンといえばでね、多分ね触れないと逆にそうなんだ、不自然なんだね。そうマスト悪魔だったのかもしれません。みんな好きなんですね。わかりました。じゃあはい私がマーラ様を引き連れて、絵的に見たい。そうか。マーラ様って乗せてくれたりもするんですか？乗るこの上に。そう本当なんかどう乗るのか知らんけど。多分乗んない。でもほら車輪だからさ、なんかこうもしかしてこう騎馬戦とかできるのかなと思って、マーラ様でこうこれどこまで OK ですか？次は可愛いの来てる。小井戸さんからいただきました。チロンヌープ。このチロンヌープはね、ちょっとグッズだとこんな感じ。可愛くない？なんか裸なんだけど。ちょっと待って、全部。確かに。だって見て。そうね。見て。確かにチロンヌープそうなんですよね。顔可愛いんだけどさ。プロ可愛いねでもね。そう、これ5で出てきた悪魔、5より前にもいたんですけど、活躍としてはね、そう最新作で、そうなんだ。なんかね、フホホイみたいな技があって、すっごいこうバフをかけてくれるというか、非常にありがたい存在で、あとフロストたちみたいな可愛い枠だけど、ちょっとこう強気な感じで、どんな感じ喋り方？どんな感じだったっけな。割とやんちゃだった気がするんですけど。私の風想像ね。なんとかだよって喋りそう。ちょっと違う。ちょっと違った。違うなんとだよ。ちょっと可愛い。でもそれもありかも。ぽくない？もうそういう風に見えてこない？でも強いんですよ。やっぱちっちゃいけど。そうなんだ。だからね、ちっちゃくて強い面で確かにすごい相性は抜群かも。可愛い。そっか。そうですよね。でも確かなんかマーラ様をの上に乗ってチロンヌープを肩に乗せよう。どう？すごい悪魔合体になりそう。そういうことじゃないのか。でもそうか、合体するのかこの子たち。そうなんです。メガテンの面白いところが他のそのねゲームとちょっと違うというか、合体して悪魔作ってくるんで、だから中には可愛い女の子と合体させてくれみたいな人もいて、人っていうか悪魔。キーまで出ちゃう。そうですよね。ちなみに小井戸さんからいただきましたね。衣装とお面でより仲良くなれそうってことで、私のねその今回の好きにやるルックのイメージでもあるのかな。そう、多分これはねもうビジュアル面でね、そうぴったり。可愛いですね。可愛い女の子と合体させてくれはちょっとなかなか。なんでしょうね。そう、まあでも確かに悪魔にコンプラとかないもんね。だし悪魔合体で思うのが合体前の意思ってどこ行くんだろうみたいな。それさ合体すると一匹になっちゃうの？そう。怖い。あと3体の合体もあるので。どうなって吸収されちゃうの？新しい石になっているのか。でも技とかは自分で組み合わせて引き継げるので。そっか。だから最強の悪魔をみんなで最終的に作っていって。だし悪魔さんたち的にもあれですよね。その合体して強くなるのは嬉しいことってことですよね。そこもねいろんな解釈あって、おそらく使えないまま窓際とかになっちゃうよりは、ね多分意志がなくなったとしても。なんか切ないんだけど。それもね、だから例えば悪魔を殺して平気なのとか、そんなことしちゃうのみたいな問いかけもなくはないから。そうなんだ。私はもうチロンヌープとマーラ様を合体させられないよ。待って、チロンヌープとマーラ様で合体したら何になるんだろう。一応合体表とかもあって、そうなんだ。多分ねもっとすごい方は全部頭に入ってるんだと思います。赤と青を足したら紫みたいなことが決まってるんだ。あとこことここはできないとかもいろいろあって。できないもあるんだ。そう。なるほどね。可愛いですけどね。そう可愛い子が来て、じゃあ続いてせいちゃんさんからいただいたお便り。あおちゃんネキ好きにヒーホー。メガテン初心者のあおちゃんには初代メガテン以外全作品に登場しているメガテンのマスコットキャラクター、一見可愛いジャック・フロスト。やはり嬉しい。でそしてメガテニストであるネキにもおすすめの仲間、誰もがこいつに全滅させられたことがあるギリメカラです。ギリメカラ、ちょっとねゾウさんみたいな大きい方で、でネキの心を閉ざしている闇の部分が物理反射のギリメカラかなと勝手に思っていました。ということでギリメカラ、いた。これがギリメカラさん。そしてこれがジャック・フロストですね。やっぱフロストは可愛いですね。可愛い。この子はさやっぱもう初見で可愛いってなりますよね。可愛い。でもなんかそのやっぱ一筋縄ではいかない作品なんだろうなって感じがするから、可愛いキャラクターにはきっと裏があるんだろうなと思う。ちょっとたまにね、毒を吐くではないけれども、それも状況によりきりなんですけど、でこれがギリ目からでさ、物理反射持ちなんで、
おー、なるほど。例えばね、メガテンってもうレベル上げたりこういろいろ散策してオートでバトルできるんですけど、はい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 。オートでギリメカラにやって攻撃してると気づいたら死んでるみたいな、もう全部跳ね返してくる。そうか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 。そう。とにかく全部跳ね返してくる。そうか、それがその全滅させられたことがあるなんですね、みんな。ただ単純に物理がね強いだけで魔法で何とでもできるので。あ、そうなんだ。そう。はい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 。物理反射がちょっとね、昨日心を閉ざしている闇の部分だと。多分そういう風におっしゃって。ジャック・フロストも可愛いから嬉しいな。ジャック・フロスト可愛いですよね。可愛い。でもね、魔石だけ奪われて逃げられるんですもんね。なんかね、本当時と場合によってジャック・フロスト個体差がいい子もいっぱいいるんですけど。これってマーラ様もいっぱいいるの？基本的にマーラ様ってもう本当後半の強い悪魔なんで、ボス的に出てくるか、あと合体させて作るかなんですよね。ああ、そうか、貴重なんだ。だから多分群れてるというかいっぱいいる子たちは割と初期じゃないけどこういう子たちの方が。なるほどなるほど。複数形のマーラ様もしちょっといたらごめんなさい。チロなんとかちゃんとかそのジャック・フロストとかは割とそのじゃあ合体させて強くするためにいっぱい会うみたいな感じなんだ。確かそうだったかなって。これもね人によってプレイがいろいろあるんですけど、チロンヌプはでも本当新しい方の悪魔なんで割とそんなにたくさんいたかなっていう。ネギ合体したいんだよ。だんだん合ってる、なんか馴染んできちゃうね。ほら、もうちょっと高かったかな。ネギ合体したいんだよ。そんなイメージ。そう、道案内してくれたりするからね。こっちが正解の道なんだよ。そう。なんか助けてくれるイメージの方が私はあったかも。勝手に CV つけときます。いや、いい。いや、絶対本物の CV が多分あるんですよね、これね。許してください。そう、でもどうだったっけなっていう。すいません。ちょっといろんなね加工もあったりするからね。そうか、そうですよね。で、続いてやっぱここちょっとねメガテン的に触れておかなきゃいけないのは。はい。続いて寿司さん。ゆうきさんにおすすめする仲間はピクシーですね。ありがとうございます。可愛い気がする。妖精で小さくて見た目も可愛らしい姿でお似合いです。仲間といえばピクシーなんて安直な気がしますが、プレイキャラがゆうきさんだと妄想すると近未来サイバーパンクキーボード型グローブを装備した少女、つまりゆうきさんなら絶対肩に乗ったり顔の付近に飛び回るピクシーに似合うと思います。ディアが使えて初期の頃は助かりますが、すぐに二神合体の素材になるのが想像できますが、獣好きならシーサーやオセですね。これ動物を勧められてますね。嬉しいですね。シーサーは本当そのままシーサーで、オセもね、そうまずこのイメージですね。かわいい。本当にこれこそやっぱりメガテンのヒロインというか。そうなんだ。ヒロインなんだ。かな。やっぱメガテンのヒロインってね、人間よりも悪魔というかピクシーとかアリスじゃないけど。この子たちにもそれぞれのストーリーがあるんですか？そう、特に3かな。ピクシーが一番印象深いのは初めて会ってちょっとなんか助けてくれるというか助けてあげるというか、ちょっと交流をしてみたいな。印象的なんですね。そうなんかせっかくだから全部見せて。そうですね。あとね、私このピクシー、これ何のピクシーだろう。デビチルだ。また違うんだ。デビルチルドレンっていうね、これもまた女神転生をお子さん向けに土曜日の朝アニメやってたんですけど。なんか知ってるかも、私それ。ふわっと見てて、デビチルはねやってないので。なんか知ってるかも。結構ね、デビチルの悪魔ってちょっとデザイン違うんですよ。色違ったりとか。ちょっと怖い子もいたりするから、それが可愛くされてる。多分ね、これを思いっきり妖精っぽくしたのがこっちのデビチルの。あとね、元のピクシーさんのデザインが結構セクシーですからね。かなりハイレグなんでね。お子さん向けにされてたりするのか。このピクシーとあおちゃん並んでたらそれはそれでありかもね。どっちが私か分かんなくなっちゃう。そんなことないでしょ。そんな自認ピクシーの女。自認ピクシー。やだ。ピクシーもね、本当それこそ。これもピクシーですね。そう、こちらもニュートラルですね。そう。可愛いですね。ピンクのピクシーちゃんもいるんだ。結構ナンバリングとかタイトルによって実は悪魔デザインね違ったりするんで、最近は統一されてるんですけどね。でもなんか魅力的ですね。いろんなデザインあってね、可愛い。これがシーサーですね。
私はやっぱこのシーサーのイメージがあるんですけど。そうですよね。なんかいわゆる沖縄のシーサーといえばこれっていうイメージがありますね。すごいデビチルになるとこんな可愛くなるんですね、やっぱり。だいぶライオンだな。ね。可愛いな。すごいやっぱり土曜の朝のアニメだなっていう。ね、待って、オセすごない？そう私思ったんですけど、オセシーサーまではわかるけど、オセどうこれ？ケモか？ちょっとこれ獣に入る？なんだろう、このね悪魔の闘神のね、なんかなんだろうな、ちょっとねなんだろう、ブリーフすぎるかも。そうなんですよ。しかも動きもねまた彼結構激しいというか。そうなの？激しいっていうかなんだろう。この感じで？この感じで動き激しいのってさ、おもろくなっちゃうじゃん。どうなんだろうな、多分悪魔界ではモテる方だと思うんですけどね。あ、そうなんだ。いや勝手な印象です。イケメン枠なの？かっこよさげというか、勇ましいというか、でも切りかかってきましたね、こんな感じで。そうなんだ。どうだったかな、もうすごいな。どこのナンバリングの誰がどうだったかっていうのがねごちゃごちゃになってくるんですけど、もしちょっと有識者の方いたらね、ぜひオセの魅力を。オセの魅力を。これ多分ケモ枠なんだ。そう、もっと毛もいるけど、毛も枠でこれ進めてくるのなかなか尖ってると思いますね。でも絶対分かっててやってる。やっぱそうなのかな。分かり手のやつだよこれ。もうオセをいじってくれというやつだよ。そうだと思う。多分オセを紹介したかったんじゃないかな。だから実は寿司さんはオセ好きなんじゃない？だと思う。なぜブリーフを履かせたんだろうかっていうのありますね。白いのかっこいいですね。白い。そう、白いオセはかっこいい。羽生えてる白いオセかっこいいですね。そう、本来かっこいいはずなんですけど、確かに裸マントブリーフはこれ例えばなんだけど、オセに親切でお洋服を着せてあげることもできる？いや、そんなのはない。そういうのはない。できないの？そう。もう悪魔はこの姿です、基本的に。オセ服着よ。いや、ない。似合うからって。オセ服着たら本当にめっちゃかっこいいと思うんだよね。いや、確かに。やっぱオセはやっぱこのブリーフでマントなのでこうやって来るのがそうね、すごいよ、やっぱインパクトが。でもさ、これ仮にさ、じゃあブリーフなかったらなかったできっと問題あるんでしょうね。大問題だよ。いや、でもよかった。なんかオセが刺さっててよかった。この中だと一番刺さってるのは私ジャック・フロストですよ。そうなんだ。可愛いじゃん。やっぱ可愛い悪魔がいいんだ。可愛いのがいいよ。オセも可愛いよ。オセもなんでオセをしてくんのそんな。いや、オセのことも嫌いじゃないけどさ。そうね。まあ、なんかどっかの国ではきっと神様なんだろうからあんま言うのもなっていう。そうですよね。そう、ちょっとここ難しいところでね。そうそう。まあでもメガテンにおけるまあね。そうですね、悪魔ですもんね。続いてちょっと私もこれねおすすめしたいなって思ったのが、幽霊さんからいただきました。おすすめの仲間ピシャーチャです。ピシャーチャ、可愛いね、可愛いですよね、響きがねすごい。一度行ってみてください。ピシャーチャ。ピシャーチャ。どうです？とてもラブリーではありませんか？ラブリーな気がしますね。で、種族が勇気、幽霊の幽に鬼。勇気、名前も一緒？そう、これまた親近感です。で、ピから始まったらだいたい女子の味方ですよと。ピニャコラーダとかもね。そう、確かに。それこそね、ピカチュウとかだってピから始まりますしね。そう、タピオカとかもそうだけど、ピって可愛いじゃないですか。確かに。あ、じゃあ鳴き声とかなんかピシャーみたいなことなのかな。もっと言ってみて。ピシャー、ピシャー、ピシャー。いい感じ、いい感じ。可愛いじゃないの？可愛いでしょ？これは。これピシャーチャがなんとですね、実物というか、嬉しい。こんな感じです。嘘でしょ。ピシャー。ピシャー。可愛い性格なの？これがね、メガテンをプレイするとすごい可愛く思えるっていう不思議な存在なんですよ。そうなんだ。結構私はアイドル枠だと思ってて。マジか、すげえな。どうなんだろうな。いやでもね、確かにそうなの。私もね、なんかやっぱその容姿じゃないっていうのはさ、プロジェクトヘイルメアリーとかさ見てて思うからさ、やっぱ容姿じゃないんだよね。そのコミュニケーションとかそこに背負ってるバックボーンでまだワンチャンある、好きになれる可能性が。まあでも動きは結構ちょっとこういう感じ。やっぱちょっと重さに耐えかねてる感じではあるで、なんか動くな。なんて言ったらいいんでしょうね。なんかメガテンの悪魔ってちょっと見た目がこうトリッキーであるほど愛らしく思えてしまうところがあって。なるほどね。多分ね、ピシャーチャってナンバーワンじゃなくてオンリーワンな感じで、ここ見ていただくとここがね、光るんで、暗いところで懐中電灯の代わりみたいになってくれる時があって。
懐中電灯っていうか、なんかピシャーちゃんを照らすね、確かそう時があるんですよ。ピシャーちゃん、じゃあ何、ピシャーちゃん暗いから電気つけてって言うと、そんな感じ。ピシャーってピシャーってピシャーって言ってたっけな。いや本当ピシャーちゃんのおかげで暗い道が歩けた時とかあったんですよ。そっか。私の記憶が間違ってなければ。どこに可愛さを感じたのね。ねなんかこの動きとかいじらしさ。マジか。動きでいけんのね。動きっていうか、すごいなんかハートとか作ってくれるの？全然なんかこうやって動いて。怖いよ怖い。確かに。でもそんなさ、なんか説明できる可愛さなんて可愛いじゃなくない？なるほど。もっとほらプレゼンしてよ。ピシャーちゃんのことをさ、まだなんか肉の塊、ビロビロした肉の塊の名前が可愛いっていうところまでしか私には分かんないんで、あと光るっていう情報しかないんだよ。とにかく暗いとこで光る。じゃあ懐中電灯でいいじゃん。でもね、あと頑張って時がそっか、頑張ってはくれるんだ。ちょっとピシャーちゃんの魅力ぜひちょっとコメント欄で。そうですね。私にピシャーちゃんのお好きになるようなことを教えてください、皆さん。ピシャーちゃんの魅力。そう、まだちょっとね。なんだろうな、でもなんか可愛いんですよね。そうなんだ。私確かに、結構コラボカフェとかよく行くんですよ。でやっぱそういう時ってお料理とかいっぱい頼まなきゃいけなくて、今日食べるの大変だったりするじゃないですか。でピシャーちゃんは口が大きいから。口、そうですね。そうもしかしたらパーティーに一人いると助かる女子枠かも。たくさん食べてくれる友達一人いるとめちゃくちゃ重宝されますからね。そうかも。でもいてくれるとね助かる。本当にそうだよね。光るしね。そう光るしね。あとなんか荷物もいっぱい持ってくれそう。荷物持てるかな。でもほら手長いしさ。長いだけだからな。いやでもどうなんだろう。でも友達だからそんなことしたらかわいそうか。だからさ、生々しい感じだけどさ、触って痛かったりはしないの？なんかこのずるむけちゃってるじゃん。確かにね。いや多分ピシャーちゃん自身は大丈夫じゃないかなって思うんですけどね。じゃあさ、ピシャーちゃんにお洋服を着せることは可能なの？基本的に悪魔は服を着ませんね。じゃあピシャーちゃんでさ、首のとこっていうの？この上のくぼみみたいなところにさ、おリボンを結ぶことは可能？まあ結びたければって感じかな。あとここにさ、リボンをつけたりとかさ、カフスをつけたりとかしたら可愛いんじゃないかな。確かに裸だもんね。そうなんかわかんないけど、ちょっと歩み寄限界かも。確かに私もピシャーちゃんってどうやって仲良くなってたっけっていうのは謎なんですけど、気づいたらねいるっていう。あとなんか他の子たちはさ、みんなさ、作品によって描写の仕方が違うよみたいな感じだったけど、ピシャーちゃんに関してはさっきちょっと絵を出してもらったんだけど、全部一緒ですね。全部同じやばさだったのよ。ブレない。そう確かにブレなさはあるね。そうだからジャック・フロストもデカラビアもピシャーちゃんも、あとモスマンとかもね人気悪魔っていうか、みんなブレないというか。そうなんだ。結構形はそこはずっと一定かもしれませんね。あとなんかわかんないけど、例えば夜にウォーキングをしたいみたいな時にピシャーちゃん後ろについてくれてたら、すっごい堂々と歩ける気がする。照らしてくれると思う。照らしてくれるし、誰も絶対近づいてこないし、危ない人来ないし、なんか安心かもですね。そうなんだろうな、なんかね悪魔って本当こういうのほど可愛く思えてしまうところがあるんですけど、ちょっと言語化まだまだ追いついてないですね。お手手リボン結びしてあげようね。だってさ、オセとピシャーチャだったらなんかピシャーチャの方がやっぱ可愛く見えない？どっちもやだ。そうね。なんかもうちっちゃい子に無理やり進めてるみたいになってる。そうかも。そっか。だってさ。そうかも。そうだね、ピシャーチャでもなんかわかんないけど、これで私がオセとピシャーチャを可愛くないって言って、オセとピシャーチャがへこんだらかわいそうって気持ちにはなってきた。それが可愛いって感じかもしれない。そう。だからかわいそう可愛いに近いのかな、ピシャーチャ。そうなんだ。なんかすごいね。ピシャーチャとハグしたらさ、ピシャーチャーギュってやったらガブって。そっか、触れ合うことを想定していたのか。わかんない。なんかポケモンみたいなことじゃないの？違うの？そう、難しいね。なんかちょっとこうポケモンと似て非なるところがあって。そっか。そう。触れ合いはしないのか。触れ合ってもいいと思う。だからピクシーがまさに触れ合いは一番あるかも。そうですよね。あとジャック・フロスト君とかもね。そう溶けちゃうけど、そう。なんかそうちょっとね険しいポケモンみたいに呼ばれてることがあるね。そうなんだ。そっか。だっていないでしょ、ポケモンにこういうの。あんまいないっすね。デオキシスとかかな。じゃあ続いて、
で2人ともどうもおすすめというかどうも富士山からいただきました。犬神のデザインが地味にどうにもおかしいのでぜひチェックしてほしいです。おすすめじゃないんかい見てほしいと、カラーリングもレングスもインディーズゲームだったらグリッチを疑う様相なのです。加えてどう見てもその長さが特徴にしか思えないのに解説文では全く触れられていないのが恐ろしいのですが、まさかそこを気にしているのは私だけなのでしょうか。でも犬神っていうからなんかワンちゃんみたいな感じなのかな。そうまあこんな感じ。ほんとだ、長い。やっぱ気になる？いや気になるよね。そっか。長い。綿棒で伸ばされちゃったの？私なんかこういう犬なんだなって思っちゃってた。いねえだろさすがにダックスフントもここまでじゃないだろ。コーギーもな。すごい。富士山ご共感ねいただけて。本当だ、どう見ても長さに特徴があるね。確かになんでこんな長くしたんでしょうね。おもろ。でもなんだか確かに好きかも。なんかさ、懐いたらお腹見せてくれそうじゃん。そう可愛いとぐるぐる回ってたりするから。犬神もね結構初期に会う悪魔で非常に助けてもらって。なるほどね。なんかほら懐いてさ、なんかさ撫でてみたいになってさ、長いお腹をこう見せてくれるわけじゃん。見せてくれるわけじゃん。そしたらさ、こう撫でるわけじゃん。そうなるんだ。多分長いから可愛いよね。もしくはこう撫でるわけじゃん。そうか、犬神横にしたことなかったからな。ね、基本こんな感じで。犬神突然さ、ふってやったらさ、シュッってなるかな。なるかな。基本こうぐるぐるしてで、死んじゃう時ペタンみたいな感じだった気がする。そっか、死んじゃうのあるのか。そうね、悪魔ね。倒されちゃうと。悲しいかも。そう悲しいかもね。だからそうなる前にやっぱり合体させてなのか。いやでもね、シリーズによっては本当こういう初期の悪魔をすっごい強くもできるから、全部皆さんそれぞれの弱点があるので、弱点を補ってあげてアイテムとかね、そうで最強のカチコチにできる。そうなんだ。確かになんか初期でね一緒にいる子の方が愛着湧きそうですしね。そうなんですよね。そう最初にいた子はピクシーとかもね合体材料になりがちだけど、すごいムキムキにする人もいます。まあでも確かにやっぱ可愛いってなったらムキムキにしたいみたいなのもありますよね。可愛いでしょ。確かにな。カラーリングもレングスもインディーズゲームだったらグリッチを疑う様相ってすごいね。そういう目線で見てるんですね。確かになんかさ、これ合ってんのってなるかも。初見だったら。そっか。これって正しい、なんか間違えてこうなっちゃったんじゃなくてこうだったっていう。確かに顔だけ黒いんですよね。そうなんだよね。顔だけ黒くてなんか姿も長いっていう。すごいな。なんか犬神をたくさん揃えてさ、犬神文字できそうじゃない？できますね。頑張れとか。そうそれこそだからユルングとかもかな。細長い系悪魔いっぱいいるので。そっか。そうなんかねたくさん集めてなんかしらす丼みたいにも多分できるんじゃないかな。なんで食べちゃうんだよ。今可愛いかって話してた。なんかなんかこういう細長い悪魔いっぱいいるから慣れちゃったんですよね。いやいやこれさ細長さじゃね違うんだよ。ネキがしらすとして食おうとしてるのもさ確かになんかほらだってピシャーチャと犬神ちょっとおつまみ感ない？食べないでよ。一緒に戦う仲間なんでしょ。そう。このお酒に合いそうなセット。やめろって食べんなって。やめろってチータラじゃないよ。スルメでもないし。ピシャーチャだんだんなんか美味しそうに見えてきちゃうんですよね。やめて食べないで。確かにね。可食部少ないよ絶対。それはそう。そうデザインがでも本当にね絶妙でねいろいろ。で多分ねこれ本命だと思います。星空のガーディアン皇帝さんから。私がシリーズで必ず仲間にする悪魔それはアリス。タソです。アリスタソね。彼女の魅力は金髪に青いワンピース姿、お人形さんのようなビジュアルは文句なしに可愛いのですが、死んでくれるというあまりにも残酷でかっこいい決め台詞を放つ技、本当にゾクゾクしますね。可愛いけれど恐ろしいアリスタソ。ワイはもうメロメロです。というアリスタソ。アリスタソ、フィギュアだと。そう。このちっこに。可愛い本当だ。本当だ。いわゆる不思議の国のアリスのアリスちゃん。そういわゆる金髪美少女。で割とね本当初期からというか、これもねピクシーに並んでこうヒロイン的な存在でして、強いんですよやっぱりこの。
強いんだ。無土属性というか、まあ即死だったりとかね、おもう本当死んでくれるっていう技がね。なるほどなるほど。そう嬉しいかも。いいな。確かにね。てか多分これだから結城さんがアリスに近い感覚なんだと思います、ね。私そんな何かを即死させたりしないよ。いやいやでも無土使いっぽいです。無土使い。即死系。即死系ね。そうそうだよね。無土使いだよね。結城さんに会う悪魔っていうよりも結城さんが多分近い。私が悪魔だったらこの枠だねと。よかったよピシャーチャって言われなくて。あなた悪魔だったらピシャーチャですはなかなかですよね。すごいよね。なんだろう、なんかピシャーチャに失礼かもしれないけどちょっとだけ悪口かもってやっぱ思っちゃうもんね。いやいやでもそこピシャーチャいじられた感じもいいんじゃないかなっていう。そうなんだ。そういうなんか触れにくいよりはね。そっか。やばい、せっかく可愛い女の子のアリスが出てきたのにまたピシャーチャの話をしている。そうでしょ。そこがピシャーチャの魅力。マジかよ。ほらだってなんだかわかんないけどピシャーチャって言っちゃう。言っちゃうし名前覚えられたしね。そうアリスの話してるのに。裸の狐も可愛かったのに名前覚えられなかったしな。チロンヌプ。そうそうチロンヌプ。裸の狐。いや裸の狐でしょ。結構裸率多いからなみんな。そうなんだ。ピクシーとか女の人はねお洋服着てること多いんですけどね。ちょっとねもろもろ問題あるんでしょうねきっとね。そうでもね男の子も服着せてあげて。そうね。心配だよ私は。確かに。でも着てない女性もまあいるとはいるかな。いろいろ。私が着せてあげるからね。うちに来たら。無土系はね、いろいろ。そっかそっか、いわゆる即死を持ってる悪魔たち。無土使いいっぱいいたけどね、そうなんだったっけな。私すごいの出てきてる。結構ね際どい人が多いんですよね。レギオンさんすごいですね。なんかなんと言うんでしょうね、たくさんの顔。そうこれそれぞれに石があるんですか、レギオンさんって。確か表情違ったので。じゃあレギオンさん同士で喧嘩とかできるんですか。してたかな。なんかでも今日カレーの口だったみたいななる。してたかな。俺そばみたいな。そんな気もする。それぞれなんか言いたいこと言ってたのかもしれない。はいはいはい。ジャークフロストもそうなんだ。そうジャークさんもそう。紫っぽい人はそうですね。アルプちゃんね。アルプちゃんはそうね、割と人っぽいですね。そう初期の方で出てくる。それこそ女の子の冒頭にゆきさんが悪魔のイメージといえばって言ってたよね。本当だ。その女の子のセクシー悪魔です。スーパーセクシーだ。そうすごい可愛い子で。そう私の悪魔のイメージこれですね。アルプちゃんそう確かに。いいですね。可愛い。そう無土使いはねやっぱり一人は欲しいからね。そうなんだ。だからでも私そうなると好きな悪魔って結構無土系が多くなっちゃうから。ジャークフロストもだし、あとレギオンは違うかな。レギオンもね強くしたいんだけどね。そうなんだ。そうみんな即死だらけになっちゃうね。そっか。ね。でそんな中でちょっと続いてゆっきょさんからいただいた「やったーメガ展開だ!」っていうすごい勢いの良いお便り、ありがとうございます。ありがとうございます。小学生の頃にスーパーファミコンの新女神転生1作目に出会って、すごいスーファミですでに新なんだ。そうファミコンで女神転生。はいはい。そういうことか。スーパーファミコン92年とか3年とかだったかな。私ねその頃はやってなくって、そう確か92年だ。私誕生日一緒ですじゃあ。誕生年？じゃあ新女神転生と共に生まれた女。そうかも。私が無土使いかも。あなたが生まれたから東京がね。そうなの？そう。マジ？女神転生の世界は基本的になんか東京が破壊あれこれされてる。そう。そっかごめん。ごめん。そうで、この方。もうそこからずっとフェイバリットなシリーズになっていて、あおちゃんにおすすめしたい仲間というか、この番組そのものみたいな初代デビルチルドレン黒の章赤の章というのがあってのお狐紹介させてください。白い狐のお面と赤い着物、そして赤い狐のお面と白い着物のツートンカラーの双子悪魔。昨今流行りの飲酒村の心壊しちゃったねと言ってくる幼女そのものといった見た目で大変可愛らしいの。確かにこれ確かにあおちゃん向きかも。かなり可愛いですね。いやすごい可愛い。なんかちっちゃくってちょっと毛もみもあって言いたらあれですけど可愛すぎないというか感じも含めてすごい可愛いですね。ねデビチルですね。
はいはい。ね、これさ、デビチルってさ、その男の子か女の子かでみたいなやつだ。赤の章が女の子で黒の章が男の子で、はい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 。アニメだと確か森久保さんがその主人公で黒の章の、はいはい。そう、私これねやりたいんですけどね。はいはい、アニメでちょっと見てたなっていう。で結構ね、そうさっきのピクシーだったりシーサーも、あとキルベロスとかもねデビチルだとすんごい可愛くなってて、そんな中でこのお狐尖ってますよね。ちょっとね可愛いけど、いやめちゃめちゃ可愛いですね。そうといった感じで、なんか私びっくりしたのが、今回結城さんに会う悪魔って募集したら、マーラ様とかは置いといて、全部綺麗な悪魔ばっかりでびっくりしました。これ綺麗な悪魔なんですか？そうなんだ。なんか大僧正とかいないんだと思って。大僧正とおじいちゃんみたいなね、骸骨のおじいちゃんみたいな感じ。それもね無度なんですけどね。それ私に似てるってこと？似てるっていうか、結城さんの隣っていうか後ろ、ちょっと一歩後ろに大僧正いたらいいなっていう。ほう、大僧正。あ、よくない？確かにこれ、この私の後ろに、後ろに大僧正おはようっていたら、もう勝てないって感じするかも。強いみたいな。いいかもいいかも。これを連れているみたいな。ズモモモモみたいな魔人系のね感じ。あ、そういうのもありですね。このね、そう骸骨さんシリーズじゃないけど、これ系の悪魔も結構マザーハーロットとかね。ちょっとね、そう魔人系も私はおすすめをしたいんですけれども。あとなんか大僧正のことを私はおじいちゃんって呼んでるとかだといいな。そういう感じ。おじいちゃんいてみたいな。そうおじいちゃんやっちゃってみたいな。おじいちゃんなんとかしてよとか言うと。あーってなるわけでしょ、こいつが。そういう感じでね。めっちゃいい。でさらにそのドクロ系骸骨系マザーハロットかっこよくない？かっこいい。いいですね。これ赤いから。はいはい。あ、そっかそっかそっか。そう。マザーハロットだったら多分どっか乗せてくれないかな、わかんないけどちょこんってね。確かにマザーハロット乗せてくれる。そっか。大僧正は乗ったら殺される。大僧正は乗ったら折れちゃう。あ、そっか。ちょっとそんなに骨太くなさそうだし。大きくないの？勝手になんかいわゆる何でしたっけ、ガシャドクロでしたっけ、いや意外と小柄かも。成人男性よりちょっとどうだろう、変わんないかな大僧正。そうなんだ。じゃあちょっとかわいそうだね。そう骨だけ乗らないであげた方がいい。マザーハロットは大きい。大きいと思う。もうねわさわさしてるから。そうなんだ。じゃあマザーハロットに乗せてもらおう。そうね、ドクロ系いいかなって思いました。あ、いいですね。嬉しい。ネキのおすすめも聞けて。あとやっぱピシャーチャね。ピシャーチャね。今日一つ覚えたピシャーチャ。嬉しい。ピシャーチャがなんかどの原点があるのかも含めてちょっと気になりましたね。ちょっとぜひピシャーチャに関しての情報をお待ちしております。はい、ということで今回はここまでです。さて現在番組オフィシャルグッズと LINE スタンプが発売中です。詳しくは概要欄をチェック。この番組はまだ知らない好きとつながろうキノコップとあると人生変わるものをアビオットの提供でお届けしています。メンバーシップご登録いただくとメンバー限定の動画をご視聴いただけます。チャンネル登録と高評価、番組 X のフォロー、ハイプもよろしくね。それではまた次回お会いいたしましょう。好き悪魔とかがいっぱい来ちゃった、壊れちゃった東京で、悪魔たちを仲間にしたりとかしながら問題を解決していくし、悪魔たちはくっつけることで強くなって新しい悪魔になるし、かつそれぞれにできる特性が違う。そう。じゃあ私の一番のお気に入りはということで。やったー